俺が担当で残念だったな。ほんと、お前はついてないよ。面接官はいやらしい笑みを浮かべた。思い切りいたぶって楽しんでやると言わんばかりの表情だ。案の定、俺は厳しい質問ばかり浴びせられた。しかも最後には、この場で合否を教えてやるよ。三流大卒のブサイクはな、不採用だ。散々苦しめておいて突き放す。なんて最悪な面接官だろう。俺の前に面接を受けた人たちもこうして泣かされたに違いない。さっさと帰れと言われた俺は悔し涙をこらえて椅子から立ち上がった。俺の名前はカズト、25歳。ある大病院で医師として働くことを夢見ている。苦学の末、医学部に入学した俺は6年かけて基礎医学と臨床医学を学んだ。その間、アルバイトにも精を出した。親からの援助だけに頼らず、自分の力で医師になりたかったからだ。いろいろなアルバイトを経験したけれど、中でも辛かったのはコンビニ店員。俺はろくでもない客に目をつけられて、しょっちゅう嫌がらせを受けていた。おいガキ、なんだその目は。接客態度がなってねえな。店長呼んでこい。ちょうど俺の父親と同じくらいの年代だろうか。威圧的で意地悪そうなこの男性客の名前は山田。いつも一緒にいる同僚も扱いに困っている様子だった。この山田と俺は何の因果か、その後何年にもわたって関わり続けることになった。ある日、俺がコンビニで品出しをしていると、また山田がやってきた。多忙で疲れているのか、山田はいつも目の下にクマを作っている。人相も柄も悪い。そして必ずと言っていいほど俺に因縁をつけてくる。その日もそうだった。はい、店員、お前大学生か。学部はどこだ？はあ、医学部ですが。医学部？それにしちゃ間抜けな面だな。医療なめんじゃねえぞ。驚いたことに山田は医療関係の仕事をしているらしい。理不尽な患者がいくらでも来るし、生意気な医者や看護師も大勢いると彼は言った。事務方の山田も毎日のようにそんな人間関係で苦しみ、嫌な気分になっているそうだ。だから言ってやってんだよ。医療なめんじゃねえぞってな。精神的に未熟な人間なんか、たとえ医者になっても半年で値を上げるさ。目指すだけ無駄だ。その日も山田は言いたい放題言って去っていった。医局の人間関係や患者との応対で心を病む人は少なくないという。彼もそういった被害に遭っているのかもしれない。だけど俺は思った。そのストレスを医学部生を相手に発散しようとしなくてもいいだろうに。脅かされた程度で夢を諦めるつもりはない。俺は改めて医師になるという決意を固くした。猛勉強の末、俺はめでたく医師免許を取得することができた。ここからはいわゆる研修医として数年を過ごすことになる。最初の2年間は初期臨床研修。幸運にも研修先はあの憧れの大病院だった。カズトと申します。患者さんに寄り添える立派な医師を目指しています。誠心誠意頑張りますので、ご指導ご鞭達のほど何卒よろしくお願いいたします。医局での挨拶の時、俺はあることに気がついて絶句した。事務の職員さんたちの中に見知った顔があったからだ。それはなんとあの山田だった。にわかには信じられなかった。まさか彼が勤めているのがこの病院だったなんて。ニヤニヤといやらしい笑みを浮かべる山田。その後彼は病院内で俺を見かけるたびに嫌味を言うようになった。立派な医師を目指していますって。あまちゃんが現実を知って苦しめ。俺の志を笑い、苦しみ抜いてやめてしまえと言ってくる山田。
俺はそんな彼の思い通りにならないよう無我夢中で仕事と勉強を頑張った。病院での仕事は心にも体にもかなりのストレスで胃が痛くなることも多かった。2年間の初期臨床研修で俺はいろいろな診療科を回って勉強させてもらった。そうして選んだ進路が循環器内科。正直最初から決めていた道でもあった。俺の母方の祖父母はどちらもすでに他界している。原因は循環器系の疾患だった。心臓や血管に関連する症状で苦しむ患者さんを一人でも多く自分の手で助けたい。俺がその道で頑張る姿を見れば、天国にいる祖父母もきっと喜んでくれると思う。するとどこからか噂を聞きつけたのか、山田がまた俺に嫌味を言ってきた。循環器内科を選んだって、どうせ緊急応対が少なめだからとか、そういうずるい理由で選んだんだろう。言わなくてもわかるんだよ、この腰抜け野郎。違います。僕は純粋に患者さんの力になりたくて。反論しながら言っても無駄だと思った。性格がねじ曲がっているこの山田という男に何を言っても通じない。俺は言い返すことをやめて彼に背中を向けた。やっぱり図星か。と彼は笑った。何とでも言えばいい。俺がどんな志を持っているかは俺自身が行動で示すしかないのだ。会うたびに嫌味ばかり言う山田に対して俺は哀れみすら感じるようになっていった。2年の初期臨床研修期間を終えた俺からは研修医の肩書きが外れた。けれどまだ一人前の医師になれたわけじゃない。これから後期研修が始まる。期間は3年から5年。それが済むとようやく医師としてのキャリアが正式にスタートする。俺が後期研修を受けている間も山田は会うたびにネチネチと嫌味を言ってきた。おい、後期研修が済んだらどこの病院に行くんだ。まさか残らないよな。今のところここに残ってお世話になりたい考えでいるんですが。はあ、お前みたいなアマちゃん野郎とこの先も一緒に働けってのか。俺は嫌だぞ。さっさとどこかの病院に行けよ。じゃなかったらやめろ。やめちまえ。山田はその後もたびたび俺に別の病院に行け、やめろと言ってきた。彼はなぜこんなに俺を目の敵にするんだろう。なぜ若い芽を潰そうとするのだろう。俺だって山田のようなろくでもない人間と同じ職場で働き続けるなんて嫌だ。だけどこの病院で頑張るという志は曲げたくない。俺は毎日のように苦しみ悩んだ。その後、俺は山田に関するある意外な噂を耳にすることになった。今は事務として病院の運営を支えている山田だけれど、若い頃は医師だったらしい。俺にその話を教えてくれたのは事務の津田さんという方だった。昔俺がアルバイトしていたコンビニによく山田と一緒に来ていた人だ。彼が言うには山田は若い頃に外科医として働いていたという。けれどあのろくでもない性格と口の悪さが災いして患者からクレームがたくさん来た。何でも山田は患者は医者の実体験などの暴言を平気で吐きまくっていたらしい。あんたの家系は長生きできないなどと言われた患者さんもいたのだとか。そのせいでいくつもの病院を追われ、結局彼は医者を続けることができなくなった。そしてジムに方向転換して今に至る。悪徳医師の慣れの果てが山田という男だった。話を聞いた俺は自業自得だと思わずにはいられなかった。山田はきっと医者になって先生と呼ばれて天狗になったのだと思う。全能感から大きな勘違いをして増長し、そして転落した。なんて哀れなやつだろう。謙虚さを失ったら俺もいつか山田のようなろくでもない人間になるのかもしれない。彼を反面教師として捉え、これからますます頑張ろう。
俺はそう心に誓った。そんなある日、業務を終えた俺が帰ろうとしていた時だった。心身ともにくたくたの俺を前に山田が現れて、いつものように嫌味を言ってきた。別に大した内容じゃなかった。他の病院に移る決心はついたのかとかなんとか。いつもの俺なら適当に流すが、いい加減な返事をしてさっさと帰っていったと思う。けれどその日は疲れていて、精神的にいっぱいいっぱいで、俺はついつい言い返してしまった。山田さんは前途ある若い医者が羨ましいんですね。はあ、なんだと、どういう意味だ。聞きましたよ。若い頃は外科医だったんでしょ。でも口が悪すぎて患者に嫌われて医師としてやっていけなくなった。それで事務方に転校した。ですよね。津田の野郎が話したんだな。口の軽いやつだ。自分がうまくいかなかったからって僕たちみたいな若い医者に当たらないでください。はっきり言って迷惑なんです。あなたの方こそ他の病院に移ったらどうです？そこまで言ってからしまったと思った。事務方の人とはいえ同じ職場の先輩に向かって言い過ぎてしまった。案の定俺に痛いところを突かれた山田は耳まで真っ赤にして怒ってしまった。若造が言いたい放題言いやがって。てめえ今に見てろよ。こうして俺は完全に山田と敵対することになった。普段の仕事中、山田と俺の間にそれほど多くの接点はない。だけど自分を敵視している相手が職場にいるというのはかなりのストレスだった。俺はそんな強いストレスにも耐えながら、どうにかこうにか後期研修の期間を終えた。後期研修期間が終わると、いよいよ一人前の医師として働けるようになる。俺に与えられた選択肢は2つ。研修した病院に残るか、それとも他の病院に行くか。俺は残ることを選んだ。何よりこの大病院で医師として働くことは俺の人生の目標だからだ。けれどそのためには最後の関門があった。病院側に書類を提出し、小論文、筆記試験、そして面接を受けなければならない。これが最後と思えば、対策としての勉強は少しも苦にならなかった。俺は小論文と筆記試験をかなりの手応えを感じながら終えた。あとは面接を残すばかり。その面接の日、面接室前の廊下には、俺の他にも数人の若い医者がいた。大病院だけあって、よその病院からもここで働きたいと言ってくる人は多い。倍率の高さを感じた俺はむしろ奮い立った。望むところだ。きっと合格を勝ち取ってみせる。だけど問題はその面接の内容だった。俺は疑問を感じずにはいられなかった。先に面接を受けた人の多くが目に涙をにじませているか、明らかに泣きながら出てくる。一体どんな面接が行われているんだろう。俺は少し不安になってしまった。名前を呼ばれて入室した俺は愕然とした。受験者の涙の意味がなんとなく分かった気がした。面接の担当者の席にいたのは、なんと俺の天敵、山田。彼は何とも言えない不敵な笑みを浮かべてこちらを見ていた。どうしました？早く座ってください。面接を始めますよ。はい、失礼します。その後の面接の厳しさと言ったらなかった。高圧的な態度でこちらが答えづらい質問ばかりしてくる。山田は明らかに俺が萎縮して大失敗することを狙っていた。こちらの発言を否定したり無視したり曲解されたりもした。隣にいるもう一人の面接官は津田さん。彼もすっかり参っているらしい。山田がとんでもない発言をするたび、それをたしなめたりして大変そうだった。山田は俺を敵視しているから、少しでも答え方を誤ると猛烈に攻撃してくる。態度が生意気だとか、気に食わない返事だとか言って減点しようとしてきた。だけど俺は質問に答えきった。負けないぞと思えたのが逆に良かったらしい。山田は面白くなさそうな顔で
書類にあれこれ書き込んでいる。乗り切れた、そう思ったのだが違った。山田はにやりと笑って語りかけてきた。俺が担当で残念だったな。ほんと、お前はついてないよ。せっかくだから、この場で合否を教えてやるよ。三流大卒のブサイクはな、不採用だ。さっさと帰れ。なんてやつだろう。散々苦しめておいて不合格にするなんて。俺はどの質問にも的確に答えた。的外れな回答は一つもなかったはずだ。それなのに不合格、不採用、三流大卒のブサイクだからだって。そんなのあんまりだ。でも受験者の俺が面接官相手に何を言っても始まらない。言われた通り帰るしかない。俺は悔し涙をこらえて椅子から立ち上がった。その時だった。すべて聞かせてもらったぞ、山田君。君は何という面接をしているんだ。院長先生、どうしてこんなところに？やってきたのは院長。山田は顔面蒼白で立ち上がった。院長は厳しい表情で山田を見据えている。明らかに怒っている。津田君から連絡を受けたと院長。津田さんは山田の視線から顔を背けた。実際に面接を受けたという皆さんからも話を聞いた。高圧的な態度で接したり、答えづらい質問をしたり。山田君、君は若い医者たちにかなり意地悪をしたようだな。いいえ、そんなことはありません。私はごく普通に面接をしていただけですよ。元医師として少々厳しい態度を取ったかもしれませんが、許容範囲内かと。本当にそうかな。だったらどうして津田君がこっそり私に報告してきたりした。山田君の面接官としての行動が問題だと思ったからじゃないのか。そうだろう津田君。津田は気にしすぎなだけです。私は圧迫面接をしたつもりはありません。いいえ、間違いなく圧迫面接でした、院長先生。いや、父さん、信じてください。父さん？お前が院長先生の息子？そう、実を言うと、俺はこの病院の院長の一人息子だ。実力で父に追いつきたくて、血縁であることを伏せて努力を続けてきた。そんな俺の気持ちを父も理解してくれている。院内でもこのことを知る人は少ない。山田も全く知らなかったようで、院長と俺の親子関係にただただ驚いている。俺は父に自分がこれまで山田からどんなに苦しめられてきたかを詳しく話した。アルバイトをしていた頃の高圧的な接し方、研修医時代の嫌味な態度、後期研修期間のよその病院へ行けというプレッシャー、そして今日の圧迫面接。山田さんの存在はこの病院にとって百害あって一理なしだと思います。何を根拠に？おい津田、お前もお前だ。何をうなずいているんだ？今や津田さんも完全に山田の敵に回っていた。きっと山田に振り回されすぎて愛想を尽かしたのだろう。山田は父から猛烈に叱られ、面接官の役目から外されてしまった。その後、改めて面接が行われることとなり、俺は見事に採用を勝ち取ることができた。山田は圧迫面接の件が明らかになって職場を追われることになった。どうやら彼は俺が面接を受けることを知って自分から面接官を引き受けたらしい。そして若い医師たちを好きなようにいたぶりながら俺が来るのを待っていたというわけだ。本当にろくでもない人間がいたものだと思う。一時は彼が医者だったなんて信じられない。病院から去っていく山田を見送る人はいなかった。送別会さえも開かれなかった。彼の悪名は同僚たちの間でも鳴り響いていたからだ。今山田がどこでどんな生活をしているのかは誰も知らない。あの性格だ。きっと誰からも好かれずに孤独な人生を歩んでいるのだろう。俺はというと一人前の医者として父が経営する病院で真面目に働き続けている。患者さんたちからも評判も上々、看護師さんたちからの受けもいい。これからも父のような立
立派な医師を目指して頑張り続けようと思っている。